皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。今回のテーマは私が受けたカルチャーショックについてです。皆さんは海外旅行をしたり海外に住んでみた時に受けたカルチャーショックなどありますか？または、リールとか TikTok とかでこれってほんまみたいな感じ、不思議に思うこととかもあるかもしれないですよね。カルチャーショックってなんかなんで like why みたいな感じで思うこともあるかもしれないし、逆にうわすごいこんな文化があるんかみたいな感じで感動することもあるかもしれないです。海外旅行をした時など人によってそのカルチャーショックって全然違いますよね。ここはまあ自分の国にもあるなって思う人もいると思いますし、こんなん初めて聞いて初めて見たっていう方もたくさんいると思います。なのでそのいろんな人のどんなカルチャーショックが今まであったかっていうのを聞くのは私個人的には好きで面白いなって思うんですけど、今回は私が受けたカルチャーショックについてお話ししてみようと思いました。行ったことある国、オーストラリア、フランス、韓国などなど、フランスとかは、数年住んだことがあるので、その時に受けたカルチャーショックについてお話ししていきます。これはなんかオーストラリアとかだともうすごく前になるので、今はこんな人いないよとかこんな文化もうないよとか、それもちょっとずつ変わってきてるよっていうこともあるかもしれないんですけど、私がその海外に行った時、その当時に受けたカルチャーショックということで聞いてもらえればなと思います。ではまず最初はオーストラリアからです。私はオーストラリアのゴールドコーストというところに行ったことがあります。他の都市は行ったことがないので、これはそのゴールドコースト限定のことなのか、またはオーストラリア全体でこういう人たちがいるのか、それはちょっとわからないんですけど、オーストラリアで受けたカルチャーショック一つ目は、地元のスーパーに行った時に靴を履いていない人がいたということです。どういうことかっていうと、皆さん外に行くとき、どこかお出かけするとき、絶対靴履いてますよね。家の中でも靴を履いてるって人も、たくさんいるかと思うんですけど、オーストラリアのゴールドコーストのスーパーに行ったときに、靴を履いていない人がいて、みたいな感じで思いました。そのたまたまなんか靴がめっちゃ汚れてしまって、もういいや、スーパー裸足で行こうって思ってたかもしれないし、どういう状況だったとかわかんないんですけど、一人だけじゃなくて結構何人も靴を履いていない人がいて、みんな裸足でそのスーパーとか歩いてて、なんで靴履かへんのってもうシンプルな疑問、ハテナマーク、クエスチョンマークが頭にブワーって浮かんで、どういうことって思ったのを覚えてます。ビーチとかで靴を履いていないはそれはもちろんわかるんですけど、なんでスーパーでって本当に思いました。そのビーチの横にあるレストランとかスーパーとかだったら、なんか今ビーチにいたから靴ちょっと履いてないみたいなだったらまだわかるんですけど、普通の街中のスーパーで靴を履いてなくて、みたいな、なんでって思いました。オーストラリアというかゴールドコーストには別に靴履かずにその買い物行ったりとかっていう文化があるんですかね。それとも私がたまたま行った時にそういう人が何人もいたのかはわからないですけど、これが本当に衝撃的でした。その次にオーストラリアで受けたカルチャーショックがもう一つあって、それはホストマザーが渡してくれたランチがリンゴ1個だったことです。リンゴ1個だけじゃなくて、ちっちゃいサンドイッチ多分2つぐらいあって、そしてリンゴ1個あったんですけど、それが私にとったらめっちゃカルチャーショックでした。その理由は、私にとってリンゴは絶対に切ってから食べるものだったんですよ。1個丸ごとなんかガブってかぶりついたりとか、そういったことは
その時まではしたことなくて、リンゴ1個やんみたいな。どうやって食べるみたいな。そういう感じでカルチャーショックを受けました。なんか、オーストラリアに行く前に、オーストラリアと日本のランチの違い、弁当の違いみたいなので、オーストラリアだったら簡単なサンドイッチとかスナックとか、あとリンゴ丸ごと1個っていうのもよくあるよっていうのを聞いていたので、聞いていたんですけど、本当に実際そのホストマザーがランチを用意してくれて、そしてそれをランチの時間に開けて見てみるとリンゴ1個丸ごと入っていたので、めっちゃ衝撃的でした。その時私は15歳、6歳だったんですけど、それまではリンゴを丸ごと1個食べている、かじってるっていう人を見たことがなくて、日本では。絶対にその切って小さく細かくしてから食べるものだったので、本当になんかどうやって食べたらいい？めっちゃ大体やん。かぶりつく、それはちょっと無理かもって思ったのを覚えてます。今でもやっぱリンゴを食べるなら絶対切って食べたい派なんですけど、皆さんはどうですかね？これは私にとったらすごくカルチャーショックでした。では次、フランスです。フランスで受けたカルチャーショックです。フランスは数年住んでいたので、なんかもう慣れてしまって忘れていることも多分たくさんあるんですけど、一つ目覚えているのが、スーパーに行った時、またスーパーなんですけど、商品をお金を払う前、レジでお金を払う前に開けて飲むということです。日本だと絶対に、例えばお水とかでも、なんかめっちゃお腹空いたちょっとお菓子買いたいみたいな時でも、絶対にお金を払ってから、なんならそのお店の外に出てから、商品を開けて食べたり飲んだりっていうことが、ほぼ絶対ぐらいなんですけど、お金は 100% 払ってからじゃないとダメなんですけど、フランスのスーパーに行った時に、その時夏で多分めっちゃその人は喉乾いていて、水を棚から取ったらもうその瞬間に蓋を開けて飲み出して、まだお金払ってないよね。みたいなって、もちろんその人はその後レジに並んでお金払って出てったんですけど、もうレジでお金を払う頃には水ほとんど飲み終わってるみたいな感じで、それがとっても衝撃的でした。その商品をお金を払う前に開けて飲んでいいっていう。それはいいのか、その人がたまたまやっているのかはわかんないんですけど、別にそこにいた店員さんとかも何も言わずに、そういうこともあるよね。夏だし、喉乾くよねぐらいの感じでした。なので、これは OK なのかダメなのかわからないですけど、日本ではダメだと思います。だし、見たことなかったので、結構衝撃的でした。次にフランスで受けたカルチャーショックなんですけど、皆さん、ポップコーン食べますか？最近は食べてなくても、絶対食べたことありますよね。で、このポップコーンでカルチャーショックを受けたんですけど、友達と一緒にポップコーンを食べようってなって、そのポップコーンは味がついていないものだったので、味付けをしようってなったら、じゃあそのフランス人の友達が、じゃあ砂糖かけるって言ってきたんですよ。で、その時私は、砂糖ポップコーンに、ちょっと待ってってなって、めっちゃ衝撃的でした。ポップコーンは家で食べるならほぼ塩だったので今まで。なので砂糖っていうのも聞いたこともないし、そんなね、アイディアがあるのかっていう感じで衝撃的でした。で、食べたことなかったので、一回砂糖をかけて食べてみたんですけど、ちょっと私の好みではなかったです。なので、その国によってか、その友達だけかもしれないんですけど、国によって、そのポップコーンにかける、なんて言うんですか？味付けも違うんだなっていうのに衝撃を受けました。映画館とか行ったらだいたい塩にバターかけたり、キャラメルとかが売ってるのはよくあるなって思うんですけど、その自宅でアレンジできるときに、ポップコーンにいろんなものをかけるっていうのが本当に衝撃的でした。あと、メキシコ人の友達は、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、なんかスパイシーなパウダーをかけてて、それも食べたことあるんですけど、それもちょっと、it's not my favorite ってなりました。なので、皆さんはポップコーンを食べるときは何をかけますか？
なんかいろんな味がありそうだなと思って聞いてみたいです。もしよかったらコメントで教えてください。ちなみに私は絶対に塩です。塩だけかけます。では次、韓国に行った時に受けたカルチャーショックです。それは横断歩道に日傘があることです。日傘って言っても、一人一人が持つような日傘ではなくて、横断歩道、信号があるところありますよね。そこで、なんかめっちゃ大きな傘があるんです。なので、信号待ちをしている時に、日が当たらないような、ちょっと工夫がされているみたいな感じでした。なんかそれを見た時に、うわ、さすがって思いました。韓国ってやっぱり美容にめちゃめちゃ気を使ってるし、日焼け対策とかもめっちゃしっかりしている文化だし、多くの人が日焼け止め毎日塗って日傘さして、帽子かぶってサングラスしてとか、そういった方が多いかなと思うんですけど、もう街にもそうやって日焼け対策みたいな。これは日焼け対策なのか暑さ対策なのかはわかんないですけど、そういうところからなんか韓国の文化を感じれた気がしました。しかもそれはなんか一部にあるとかじゃなくて、結構どの都市、私は今まで、ソウルとかプサンとか、いろんな都市に行ったことがあるんですけど、結構どこでもそれがあったので、韓国の文化さすがって思いました。これが日本にあったらなってめちゃめちゃ思います。特に夏とか日本は暑いので、ちょっと信号待ちしている時に日陰ができていたらとってもいいなって思いました。なので日本にも誰か作ってって思ってます。あとこれはその国によらずなんですけど、日本とそれ以外でなんか結構違うなって思ったんですけど、レストランに行った時にナプキンが置いてあるじゃないですか。紙のなんかちょっと口汚れたり手汚れたりしたら拭くやつ。あれが海外って紙じゃないですか。でも日本は結構ウェットティッシュが置いてあるかくれたりします。またはちっちゃい、居酒屋とかだとタオルを、渡してくれたりします。そして紙はあんまりないです。紙はサブなんですよね。紙のナプキンはサブなのでメインがウェットティッシュで、紙も一応置いてあるけど、そんなにあんまりみんな使わないなっていう印象があります。なんか結構カルチャーショックというか、私的にはウェットティッシュでご飯を食べる前に手を拭いたり、あとは食べ終わったらちょっと口を拭いたりとかっていう風にしてきたので、なんか紙だと汚れが取りきれてない感があって、めっちゃ不便ではないですけど、違いを感じるなと思いました。皆さんはどうですか？レストランに行った時にある紙は、ナプキンは紙派ですか？それともウェットティッシュ派ですか？私個人的には絶対にウェットティッシュの方が好きなので、海外に行った時はいつもないので、最後にお手洗いに行って手を洗ったりとか、口をちょっとね、汚れていたら洗ったり、または結構自分でそのウェットティッシュを持ち歩いている方です。なんかこういった細かいところにも結構国によって違いが出てるなって感じました。今回は私が海外で受けたカルチャーショックについてお話ししました。なんかこのカルチャーショックを話そうと決めていろいろ思い出してみたりしたんですけど、あんまり意外と思い出せないなっていうのに気づきました。海外に行った時、その国に初めて行った時はいろんなことを思ったと思うんですけど、もう結構忘れている気がしたので、こういう時にメモを取っておいたりすればよかったなってちょっと後悔しています。皆さんが他の国に行った時に受けたカルチャーショックなどあったら、それもぜひ、コメントで教えてください。今回いくつかカルチャーショックをお話ししてみたんですが、なんかあんまりすごいとかなんか衝撃的な印象的なものがあったかちょっとわからないんですけども、ちょっと何かね、具体的なすごいそういう風に思うんやみたいな、そういったものをお伝えできればよかったんですけど、
また思い出したり、違う国に旅行した時に感じたことがあれば、それも別のエピソードでお話しできればなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。